いや、今日も雨がひどいです。夕べすごかったんですよ。夕べすごい土砂降りで、雷も鳴って、またランプが怯えて、布団かぶって震えてました。梅雨に入ってからもう、雨か暑いかどっちかですね。もう、どっちにしろ作業がはかどらないという。今日も雨ですけど、暑いよりはいいかな。今日は何度だろう。今日は21度です。とっても涼しいですね。で、こんな雨なもんで何をやっているかというと、絵を描いてるんですけど、この間どこまでお見せしましたっけね。鳥越バードハウスがあって、このベネツィアの間では見せましたよね。で、その後、なんかね、水彩絵の具で、なんかこんな感じ、ちょっと練習してみたんですけど、これは全然上手じゃないので、あんまりもうちらっとお見せします。そう、水彩がね、ちょっと面白くて、なんか僕が使ってる水彩絵の具だと、なんかもうこんなのなんですよ。さくらプチカラー12色セット。なんかこういう固形の水彩絵の具で、これをこう水で溶かして使うんですけど、これだとね、屋外のスケッチでも使えるんですよ。今はもう暑くて屋外でスケッチする気にはならないですけど、もうちょっとなんか秋になっていい季節になったら、この辺とか、あと熊本の市内とかもね、描きたい景色とかいっぱいあるので、描きに行こうかなと思ってます。そう、こういうなんか水筆とかね、これ中に水を入れられるんですよ。で、キュッと押すと水が筆先から出てきて、これを溶かして使えるんです。これだったらね、外で気軽にスケッチできるでしょ。それで透明水彩は僕本当にめっちゃ初心者なので、いろいろちょっと絵の具の使い方を練習中なんですよ。で、こういうシジュウカラの絵を描いてみたり、これはもうね、全然絵の具のにじみとかそういうのを試してみたくてやった感じです。可愛いでしょこれ。ちょっと淡い感じで。これは僕気に入ってます。で、あと、これがチューリッヒの駅ですね。このチューリッヒのこの駅前の景色は、僕が実際に行って自分で写真を撮ったやつを見ながら描いたんですよ。で、このイタリアは僕行ったことなくて、これは本当インターネットにあった写真を見て描いたんですけど、やっぱりね、行ったことあるところは大体なんか空気感とかわかるんですよ。ここの距離とか、なんかこの建物の大きさの感じとか、なんとなく記憶にあるからいい感じに描けるんですよ。でもやっぱりね、これね、完全に見たことないんですよね、実際。だからこのドームの部分がどのくらいのなんか大きさなのかとか、もうこういう船とか人から推測するしかないんですよね。だからどうもね、なんかピンとこないんですよ。楽しいのは楽しいんですけど、描いてて。だからね、実際にこう風景を見ながら描くのと、自分が行ったことある自分で撮った写真を見ながら描くのと、誰かが撮った全く知らない場所の風景を描くのではね、なんかいろいろ違うもんだなっていうことに気づきました。
でなんかね、水彩面白いです。僕向いてるかもしれない。どうしてそう思ったかというと、なんかね、僕がここでパレットを使ってなんか木工をしたり、まあこの小屋もそうですけど、この小屋も廃材で作ったんですよね。で、やっぱりなんかちゃんとした材木じゃないから、なんかねじれてたり曲がってたり穴が開いてたりするんで、作業の最中になんかいろいろ臨機応変になんか作戦を変えながらやっていかなきゃいけないんですよね。でなんかね、水彩もちょっとそれに近い感じがあるというか、なんか最初の想定と違う風になっちゃったから、どうにかそれを成立させなきゃっていう風に作業を進めていく感じがあるんですね。まあ本当に上手な人でちゃんと勉強した人とかはもう最初から狙い通りのものが描けるんでしょうけど、僕はまだそこまでいってないのでね、これ僕の場合木は描けなきゃダメでしょうと思ったので一応木を描く練習をしたりしたんですよ。これ透明水彩でね。こういうのは不透明ですよね。もうどんどん上から塗り重ねていけるやつ。透明水彩。なんかね、この透明水彩のいいところはね、絵の具ちょっとしか使わないんですよ。ほとんど水でこうにじませたり広げたりぼかしたりしていくんで、ハマってきましたね。だからなんかいろいろ画風を分けていこうかなと思って、こういうのも描きつつ、淡い色調の風景画とかも描きつつ、まあ水彩で人物が描いても面白いかもしれないですけど、それでね、そうこれはちょっと失敗しちゃったんですけど、これはスイスのマイエンフェルトっていう町のハイジの村ですね。そこを散策した時に見かけた民家の、これなんだろう、1階が多分ストレージになってて、多分2階、ここが玄関だったんですよね。これは自分で撮った写真を見て描いたんですけど、これはね、ペン画を水彩で着色したんですけど、これね、ペン画の段階でなんかパースが間違ってるのに気がついて、途中でなんかモチベーションをかなり失ってしまったんですけど、まあとりあえず水彩絵の具で色を塗る練習だと思って頑張って最後まで描き切ったんですけど、でもね、なんかちょっとこう影のつけ方とか、おかげでね、頑張って最後まで描いてよかったです。ピンクってこの僕の絵の具が12色しか入ってないんで、ピンクがないんですよね。でピンクって白と赤混ぜたからってなんかピンクにならないんですよね。なんだろう、なんていうか鮮やかなピンク、濃いピンク、難しいな。ちょっとシアンを混ぜたりするのかな。ただマゼンダがないんです。マゼンダを別で買えばいいのか。あとはね、こんなピント合ってる。これはね、去年の秋に熊本の街中でなんかジャズフェスティバルみたいなのがあって、僕が好きな原川さんっていうサックスの方が演奏してた様子をね、ささっとスケッチしました。これちょっと最初にサックス
書き始めてドラムベースって書いたらピアノの人が入らなかった。ピアノの人ごめんなさい。でもなんかちょっとね、書き慣れてきて、こういう人物とかもね、割とささっと書けるようになってきました。なるもんですね。毎日練習していれば。なんかね、僕、こういう絵とか、木工もそうなんですけど、基本見よう見まねから入るんですよ。見よう見まねで、なんで見よう見まねがいいかというと、もうゼロから最初から誰かに習うと、なんだろうな。例えば、水彩画で水をたくさん使いなさいっていうふうに教わると、もう水はたくさん使わなきゃいけないもんなんだって覚えちゃうんですね。で、そっからなかなか脱却できないんですよ。で、見よう見まねだと、なんか人が書いてるのを見て、なんかすっごい水使ってるな、こんなに水大量に使うんだって思うんですけど、なんでだろうと思って自分でやってみたら、あ、なるほど。こうやってなんか濃さを調整したり、にじましたりするために水を最初にバーッと引くんだとか、そうやってなんか覚えたことってもう身について忘れないんですよ。よく海外だとどうかわかんないんですけど、日本の職人の世界ってこう師匠から弟子に手取り足取り教えるんじゃなくて、なんか見て技は盗んで覚えろっていうようなことを言うんですよね。で、もうなんか今の最近の風潮だとそんなの古いっていう感じなんですけど、僕はね結構その技は盗んで覚えろっていうのは、それは正しいんじゃないかなと思います。ただそのなんで盗むかっていうとねっていうのは教えてあげた方がいいかもしれない。こういうふうに自分で考えるようになるから、で考えて得たことは忘れないから、あとは自分で見て覚えるんだよっていうふうな教え方をするといいんじゃないかなと、思いますね。うまく言えてるかなこの感じ。まあ今週はもう天気がずっとこんな感じで、暑いか雨かどっちかなんで、あのー今週のメインチャンネルのビデオどうしようかなと思ってたんですけど、ちょうどもう上半期が終わって7月になって、2024年の1月から6月のダイジェストのビデオをちょっと長尺のやつを作ってるんですよ今編集してたらね、ほんと1月お正月はもう雪降ったりしてて、でもうここの庭ももう冬枯れで、もうなんかガラーンとしてるんですよ。それがね、どんどん草が生えてきて、葉っぱが生い茂ってきて、かなり劇的な変化が一本の動画で見られるのは結構ね、見応えあると思います。なんか毎週一本ずつ見てるとその変化ってもう本当にちょっとずつの変化なんですけども、一本の動画にするとかなり劇的なので、その辺お楽しみいただけるんじゃないかなと思います。ちょっとね、あえて尺を長くしてます。本当は30分ぐらいにまとめようかと思ったんですけど、もう1時間半、90分、100分ぐらいいくかもしれないです。なんか、あまりに長いようだったらちょっと削りますけど、多分そんくらい。ここの風の音とか鳥の声とか、そういうのが楽しめるように、あえてあまり音楽はいつものより控えめにするつもりです。明日の夕方ですね。間に合うかな今編集してるとこなんですけど、長い動画なので何かやりながらだとか寝落ちする前とかに視聴していただけたらと思います。それでは、それじゃあ今日はこの辺で。さよなら。
あ、そうだ、ちょっと謝らなきゃいけないなと思ってたんですよ。なんか前回の動画で、暑い暑い言って、まあ、今回も言ってましたけど、31度もあるんですって言ってたんですけど、なんかニュース見たら、日本各地で40度近いところも結構あるみたいですね。35度とか37度とか。なのに31度ぐらいで、暑い暑い言って、申し訳ありませんでした。早く涼しくなるといいですよね。熱中症には気をつけましょう。